1943年6月に営まれた山本五十六元帥の国葬の映像です。連合艦隊司令長官としてソロモン諸島の前線視察中にアメリカ軍の襲撃を受けて戦死しました。後任には古賀峯一大将が就任しました。しかしなんとこのわずか7ヶ月後、古賀長官自身もフィリピン沖で命を落とすことになります。この山本長官と古賀長官の遭難はそれぞれ海軍港事件と海軍乙事件として知られています。今回はこの2つの事件のつながりとその裏にあった情報にかけるアメリカの驚くべき執念と狡猾さについて解説していきます。そしてなぜ日本は国家の運命を決定づける情報の危機をあえて見過ごしたのか、あなたと一緒にその真相に迫っていきたいと思います。目に見えない情報戦や組織としての限界、そういったシステムとしての日米の違いこそが今回取り上げる2つの事件に色濃く投影されています。もし今回の動画をお楽しみいただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もぜひお願いしますね。よろしくお願いします。まずはですね、時計の針を1943年4月に戻します。海軍港事件ですね。はい、この事件はですね、当時の連合艦隊司令長官だった山本五十六大将が前線基地を視察するために飛行機で移動中だったんですね。はい。その上空でなんとアメリカ軍の戦闘機にピンポイントで待ち伏せされて撃墜されたという事件なんです。これ要するに日本のトップが暗殺されたに等しい出来事ですよね。そうですね、文字通りトップの首を取られたわけです。で、ここで私が何よりもびっくりしたのはですね、アメリカが山本長官の分単位のスケジュールを完全に把握していたということなんです。これちょっと信じられないですよね。そうですよね。いつどのルートを取って何時何分にどこの上空を通過するか、アメリカはそれをピンポイントで待ち伏せしていたわけですから。ピンポイントですよ。どうしてそんなことが分かったんですか？その背景にはですね、アメリカの圧倒的な暗号解読能力がありました。当時日本海軍は自分たちの主力暗号、通称 JN25 が絶対に破られるはずがないと絶対の自信を持っていました。はあ、しかしそれは破られていたんです。 JN25 という暗号ですけど、当時の暗号ってそんなに簡単に解けるものなんですか？結構複雑な仕組みだったみたいに書かれていましたけど。そうなんです。システムそのものは逆にびっくりするくらい複雑でした。へえ、どんな風にですか？まず、伝えたい文章、つまり平文ですね。これを暗号書を使って数字化します。はい。この暗号書には文章のフレーズとか艦艇の名称、地名なんかが数万用意されていて、これらに5桁の数字が割り当てられています。つまり巨大な辞書を引いて言葉を数字に置き換えるわけですね。その通りです。しかし、それだけだと頻度などでバレてしまうので、その5桁の数字にさらに乱数表から選んだ別の5桁の数字を足し合わせるんです。乱数を足すんですか？そうです。しかもただ足すんじゃなくて、偽の算術と呼ばれる特殊な計算方法を使うんです。一体どういう仕組みなんですか？簡単に言うと繰り上がりをしない足し算ですね。例えば6と8を足すと普通は14になりますよね。はい、14ですね。でも偽の算術では桁上がりを無視してただ4とだけ記録するんです。ああ、なるほど。1を切り捨てちゃうんですね。そうなんです。この方法を使うと数学的な規則性が破壊されるので、毎回全く異なる5桁の数字に変換されるんですよ。なるほど。つまり同じ前進せよっていう命令であっても通信するたびに足される難数が違うし、桁上がりもしないから、傍受したアメリカ軍からすれば毎回全く違う5桁の数字の並びに見えるわけですね。おっしゃる通りです。足し合わせる乱数自体が初期の頃で約5万個、後には10万個にも達していました。理論上は一つの用語に10万種類の組み合わせができることになります。だからこそ日本の暗号担当者たちは絶対に破られるはずがないと豪語していたわけですね。システムそのものは当時の技術としては非常に堅牢でした。でもアメリカはそれを突破したんですよね。なぜ破られたんですか？アメリカはですね、数学的な暗号の壁を真正面から突破しようとしたんじゃなくて、その強固なシステムを運用している人間の方をハッキングしたんですよ。人間をハッキングですか？それってどういうことですか？少し現場の視点で想像してみてほしいんです。南洋のものすごく蒸し暑い通信室でですね、通信兵は毎日山のような電報を処理しなきゃいけないわけですよ。うわー、それだけでも過酷な環境ですよね。
そうなんです。そこで分厚い暗号書を開いて単語を数字に変換して、さらに別の乱数表の分厚い本を開いて毎回違う数字を手計算で足し合わせるんです。手計算で毎回ですか？ええ。これを何百回何千回と繰り返すわけです。極度の疲労とストレスの中で人間ってどう行動すると思いますか？それはもう絶対に手抜きをしますよね。はい。例えば毎回違う乱数を使わなきゃいけないのに、分厚いページをめくるのが面倒になって昨日使った乱数を今日も使い回しちゃうとか。まさにそれです。人間の癖とかサボりですよね。やっぱり。さらにですね、ただいまより視察に出発するといったような軍隊特有のガチガチのお決まりの定型文ってありますよね。ありますね。決まり文句みたいな。ええ。それを毎日毎日全く同じフォーマットで暗号化してしまうんです。なるほど。それだと規則性が出ちゃいますよね。そうなんです。アメリカ軍はそこに目をつけました。膨大なマンパワーと当時としては最新鋭だったパンチカード式の機械式計算機を使ってですね、その人間特有の癖を徹底的に洗い出して暗号のパターンを丸裸にしていったんです。そういえばミッドウェー海戦の直前にアメリカがわざと罠を仕掛けたエピソードもありましたよね。アメリカ軍のインテリジェンスの高さを象徴する出来事ですね。私あの話がすごく不気味で面白いと思うんですけど、ミッドウェー海戦の直前に日本軍の通信の中に AF という目標地点が何度も出てきた。はい。アメリカはそれがミッドウェーだと予測していたけれど確証がなかった。そこでアメリカはどうしたか。ええ。わざとミッドウェー島の守備隊に無線で真水の製造装置が故障したと報告させたんですよね。そうしてそれを傍受した日本軍はまんまと引っかかりました。日本軍はすぐさま AF で真水が不足しているという暗号文を打ってしまったんです。いやー、これによりアメリカは AF がミッドウェーであることを完全に見破りました。本当にアメリカの方が1枚も2枚も上手ですよ。確かに。でも私がここでとても納得いかないのは日本側の対応なんですよ。だってミッドウェーで待ち伏せされて、さらに山本長官っていう連合艦隊のトップが本当にピンポイントで撃墜されたんですよ。普通ならこれ暗号が漏れてるんじゃないかって真っ先に疑うはずですよね。当然最前線の将校たちからは暗号が漏れているという疑念の声が上がりました。ですよね。しかし東京にいる中央の暗号専門家たちはこれを一蹴したんです。世界最高峰の JN25 が解読されるはずがないと。現場のそんなリアルな警告を無視したんですか？はい。実はその前のミッドウェーの参拝の時にも暗号が漏れているのではという疑念は上がっていました。上がっていたのに無視したんですか？はい。敗因を索敵ミスなどに限定し漏洩を黙殺していたんです。失敗を認めない、まさに無病性の病ですね。でもなぜここまで頑なに認めなかったんでしょうか？ここには日米の前提の決定的な違いが現れているんです。アメリカはシステムを設計する段階から人間は必ずミスをする、暗号はいずれ破られるという前提で動いていました。一方日本は自分たちのシステムは完璧で失敗は起きないというパラダイムに縛られていました。なるほど。特に暗号専門家というエリートたちにとっては外部からの破られているのではという指摘を認めることは自分たちの無能を証明することになりますからね。つまりプライドが高すぎて自分たちが作った完璧なシステムが現場の手抜きや敵の罠で破られたなんて絶対に認めたくなかったんですね。まさにその通りです。でもその不幸な真実から目を背けるっていう決定が1年後、そのツケが最悪の形で支払われることになりますよね。はい。じゃあ時計の針を1944年3月に進めましょう。これが2つ目の事件である海軍乙事件ですね。そうですね。山本長官の後任となった古賀長官を乗せた飛行艇が悪天候で遭難して行方不明になってしまうんです。またしてもトップを失うっていう悲劇ですよね。そしてこの時本当に破滅的だったのが2番機に乗っていた福留茂参謀長たちでした。彼らの乗った機体はフィリピンのセブ島沖に不時着し、現地の抗日ゲリラに捕らえられてしまったのです。はい。それだけでも大事件ですが、問題は彼が持っていたものですよね。その通りです。福留参謀長は絶対に敵に渡してはならない2つの国家機密を持っていました。一つは
日本の残存する戦力を全てつぎ込んでアメリカとの決戦に挑むというマスタープラン Z 作戦計画。はい。そしてもう一つは最新の暗号書です。まさに最悪の事態ですね。アメリカ軍はそれを手に入れてどうしたんですか？ここがアメリカの凄まじい情報戦なんです。彼らは日本軍の機密文書を手に入れると中身を全部コピーしました。はい。そしてここからがすごいんですけど、文書をそのまま元のカバンとケースに収めて日本軍が捜索している海にわざと落としたんです。ハリウッド映画も顔負けの偽装工作ですね。まさに現地の住民経由で日本軍に回収させることで、日本側にはアメリカは何も知らない、機密は漏れていないと思い込ませたんです。うわー、狡猾ですね。その結果、1944年6月のマリアナ沖海戦でアメリカ軍は日本の作戦を全て見透かした上で迎え撃ちました。はい。そして日本は大敗北を喫します。空母3隻と多くの搭乗員を失い、絶対国防圏のサイパンが陥落しました。そしてそれが4ヶ月後のフィリピンにおける初の航空機による特攻へとつながる凄惨な道のりになってしまったのですね。そうなんです。完璧だと目論んでいた作戦が若者を犠牲にせざるを得ない絶望的な状況にすり替わってしまった。でも本当に腹立たしいのは、機密が漏れた可能性があるならなぜ作戦を白紙に戻さなかったのかということです。国家の滅亡より優先されるものなんてあるはずがないじゃないですか。これはある重要な問いを投げかけていますね。なぜ白紙に戻せなかったのか。それはですね、福留中将たちの保身と隠蔽があったからなんです。保身ですか？はい。高級将校が捕虜になるなど言語道断という当時の常識から、これらはゲリラに捕まったのではなく地元民に保護されたのだと。いやいやいや。そしてカバンは川に投げ捨てたから敵に渡っていないと強弁したんです。そんな嘘、誰が見ても明らかじゃないですか。はい。しかしここで事実を追及すれば海軍全体の大きなスキャンダルになります。だから波風を立てないためにその不自然な報告をそのまま受け入れたのです。波風を立てないために国が滅びるかもしれないリスクに目をつぶったんですか？ええ。結果として誰も責任を問われることなく、福留参謀長は軍法会議にかけられるどころか、その後別の艦隊の司令長官へと栄転さえしています。それは狂ってますよ。国家の命運よりも身内のメンツや保身を優先した現場で命を懸けて戦っている兵士たちが本当に救われないです。ええ。確か福留参謀長が救出された時の象徴的なエピソードがありましたよね。はい。救出された時の短歌のエピソードですね。ゲリラとの交渉の末に引き渡された福留参謀長は疲労困憊していました。そこで救出に向かった日本の兵士たちが彼を担架に乗せてジャングルの険しい急斜面を必死に担ぎ下ろそうとしたんです。足場も悪い中で大の大人を担いで歩くのはものすごい重労働ですよね。ええ。しかしその時福留は頭ごなしに怒鳴りつけたのです。もっと静かに担げ。なんてことを。その言葉を聞いた兵士たちは捕虜になって恥をさらしたくせに威張りらがってと強烈な反感と軽蔑を抱いたと記録されています。このエピソードを聞くと、当時のエリートたちがいかに現実からも現場の人間からも乖離していたかがよくわかります。でもなぜこんなに異常な人間や組織が生まれてしまったんでしょうか。その根底にあるのが当時のエリート教育に染みついた原点主義という病理です。原点主義ですか？若い頃の試験の成績で将来の出世コースが決まり、一度でも大きな失敗をして罰がつければ二度とエリートコースに戻ることはできないんです。つまり加点していくのではなくて、いかに失点しないかを競うシステムなんですね。はい。だから誰もが失敗を極端に恐れ、もし失敗してしまえばそれを全力で隠蔽しようとするのです。さらに当時の軍は完全な縦型組織でした。この組織では個人の失敗が直属の上司や部門全体の恥へと消化されてしまいます。なるほど。だから個人のミスが組織全体の共同責任になり、みんなで都合の悪い事実は見なかったことにしようという同調圧力が生まれる。その通りです。日本という国家の勝利よりも海軍という組織内での人間関係や波風を立てないことの方が彼らにとってははるかに切実な問題だったわけですね。そういうことです。平時の決められた計画を実行するだけなら、この縦型組織は強い団結力を発揮します。しかし戦争という前例がない
想定外の出来事が連続する危機においては、システムが完全にフリーズしてしまったのです。そして現実に対応するのではなく、組織を守るための隠蔽に走った。その結果、小さな火種を初期段階で消すことができず、気づいた時には国全体を焼き尽くす大火災になってしまった。まさに。いやー、今日のテーマは本当に多くのことを考えさせられますね。結局のところインテリジェンス、つまり情報戦の本質ってどんな秘密情報を集めるかということだけじゃないんですよね。おっしゃる通りです。真のインテリジェンスとは、スパイが暗躍して敵の秘密を盗み出すことではありません。自らのシステムが抱える弱点や起こってしまった失敗を客観的に認め、素早く方針を修正できる組織の柔軟性のことなのです。システムが完璧かどうかではなく、壊れた時にどう動けるか、性的な正解にしがみつくのではなく、動的な修正ができるかどうか。はい。日本の組織は自分たちは間違えないという無謬性という病に侵され、性的な正解に固執しすぎたことで自ら破滅への道を舗装してしまったんですね。海軍工事件における暗号は破られていないという専門家の過信、そして海軍乙事件における機密漏洩という致命的失敗の隠蔽、これらは組織が自己防衛のために現実から目を背けた時にいかにして内部から崩壊していくのかを示す背筋の凍るような歴史の教訓です。今日の深掘りはここまでです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しになさないようにチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の探求でお会いしましょう。